こんにちは。こんにちは。今日はこの石付きにしますっていう動画を出していただいたんですけど、その時にはこれを針金かけますっていう動画で終わりました。はい。で、今回は、針金を全部かけましたので、すごい。早かったですね。つけていく動画にしたいと思います。いや、本当はイベントに持ってきたかったんです。ああ、そう、この間やったやつ。そう。はいはい。でも、間に合わなかった。いろいろやってて間に合わなくなっちゃった。なるほど。はい。まだちょっと先にじゃあつけていきましょうかね。はい。で、今回は、もう構想としてはできてるんですけど、実際にどうなるかわからないところがあるので、探り探りになりますけど、ちょっと楽しみながらやっていきたいなというふうに思います。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まず最初に毛と土を、作っていきます。で、いろいろ僕もいい毛と土とかっていうのを探しながらやってるんですけど、最近ちょっとホームセンターを探してみて、いろいろやってる中で、このカインズホームの毛とが割と優秀だったので、ほうほう。ちょっと要は自分でやってみたいよって人どういう毛とがいいのみたいな思うかなと思ったんで、ちょっとこれを今回は使っていきたいと思います。はい。はい。なんか毛との飼い方もなかなかわかんないと思うんで、意外とホームセンターにもあるんですよ。はいはい。けど銘柄によって全然粘度だとか、なんでしょう、質というかが変わってくるので、個人的にはこのカインズのがいいなっていう。こう盆栽で使うならなんだろう、ねっあとりる程度ねっとりしてる方がしてる方がいいんだよね。いいので、これがね割とね優秀なんですよ。こんな感じで、ほら。あんまりわかんないけど、僕はねっちょりしてる。ねっちょりしてるんですよ。結構ね。こねる前の状態だからね、今ね。こねる前でこれなんですよ。ねえ。石突きつける格好じゃないですね。そうだよね。真っ白。全国のお母さんね心配しちゃうな。はい、こんな感じで今はい。入れました。でちょっと水入れて、はい。ほんの少しちょっと赤玉入れようと思います。終わりました。で赤玉入れる理由としては、ちょっと水を吸い込みやすくするっていうところ、結構毛とだけだと結構弾く性質もあるので、赤玉を中に入れてあげることによってそこから水を中に入れ込むことができるんですね。細かいのと中くらいの混ぜちゃって。はい、入れてます。で、つきます。はい。タイガーステップみたい。思ってたらなんか手もやってほしい。タイガーステップよくしてるね、タイガーステップ。結構こねた方がいいですね、やっぱ。そうですね。あとは上にね赤玉入れたんで、下の方に毛とだけになってるから混ぜてる感じ。混ぜながらねっちょり。すごいねこれ。ホームセンターのやつでここまでなるやつあんまなかったかもね。ないっていうか今までので一番いいそうなんだ。売れちゃうな、カインズさん。そしたらここに毛と血を貼っていきたいと思います。でも事前に、針金はセットしちゃいました。僕はここに置こうかなっていう位置をもう決めちゃったので、はい。そこに毛とを敷き詰めていきたいと思います。これはいつもの接着剤ですか？クイックメンダーですね。クイックメンダー。クイックメンダー。エポキシはい。ですね。ちょっと多めにはつけてるんですけど、ちょっと状況によって変えて、もし空いたら、隠すかもしくは何か長寿梅とか植えようかなと思ってます。基本的に結構この鉢は石付きをするように作った形になっているので、ちょっと見ていただくとポケットが深いんですよ。なので、今後考えて、毛と土だけじゃなくて赤玉も入れてあげて根が張れるように育成を考えた石付きにできたらなというふうに思って
てます。はい。ちょっと枠だけをちょっと毛とまず入れて、そこに赤玉入れながらやっていくようになると思います。早速かな。ちょっとここが土が流れそうだからここに全体に置いていきましょうかね。なんかすりつけたりしますよね、最初。うん。で今回使ってる素材が鉢が結構ちっちゃいんですよ。なので根っこが割と張ってないっていうのは結構魅力的で、根を切らずに植え替えられるみたいな可能性もある。ただ多分おそらくちょっと切らないといけないんですけど、であとはこういう石付きってどれだけ土の容積を確保できるかっていうのが課題になってくるんで、ただあんまり見えない方がかっこいいんですよ。少なく見えた方がかっこいいんで、そこをどうやって理想と現実を作るかっていう、結局裏に持ってったりすると育てやすい、水持ちが良くなったりするんですけど、土の量を見えないところに確保するみたいなね。そう今回裏にも植える予定なので、奥行き出すためにでここにもたっぷりつけていきます。ここはたっぷりだよな、本当にポロって取れやすいんで、毛と土も割と抑えめにしてあげないと。この辺に1個置きたいんですよ。ちょっと高めにも置いてます。ほぼ垂直のとこに植えるみたいな感じですね。そうなっちゃいますね。だからここは多分根っこは切らないと切れないかな。一旦このぐらいでいいかなと思います。はい、じゃあ次に心拍植えていきます。これが一番上に来る前回作ったやつかな、になりますので、ここを想定してます。ただ根っこをまだ何もいじってないのでポコってなっちゃうので、ちょっとその辺は崩しながらになります。意外と土が残ってるの。撮影日的にはもう真夏ですので、今日は7月28？だから基本的には今あんまやらない方がいいです。そうです。でちょっとうちは厳重に管理しようと思ってるんで、もう少し気温が収まってからとか、また春先とかの方がいいんじゃないかなとは思います。現実的に無理ですね。このくぼみにこれを入れるわ。その上の岩の突起部分、これがその下の角度的にこうなっちゃう。こうならいけるね。はみ出てるんです。岩でも強調したいですよね、ここね、ちょっとね。こうしてこうするか。これでこうしようかな。ちょっとここにもう少し持って。受けを作っておくと。そうですね。陣にかけておく。こういう感じかな。でここを隠すように毛糸を貼っていきましょう。あんまり盛りたくはないところですけど、露出してるのは切っちゃうから。本当は流れるように毛と土つけたいんですけどね。流れるよう要はガーってボコってそこになるんじゃなくて、あんまり起伏を作りたくない。そうですね。結構中に押し込んでいきますね。ちなみに苔あるんですか、この時期。探しなさそうですよね、あんまり。で、じゃあネクストは、こいつですね。こいつをこの辺に持ってくる予定です。逆に向けるんですね。ちょっと逆に向きます。ちょっと相対しちゃうんですけど、このせり出す感じを両方に
高さも変えて置こうと思ってます。はい。土ほとんどないもんね、これとか。だから多分こういう密度が高いようなシャリになってるから、ここら辺にしたいんで、ここをここに入れたり。じゃあちょっと盛る感じですかね。そうですね。この T シャツズボンがどのぐらい汚れるかが見ものですね。これを汚さないようにやらないといけないですね。これでもいい格好でやるのがプロだと思うんだけど、違うんだ。違うですよ。シェフと一緒の考え方ですね。そう、トヨタの整備士は綺麗ですから。ステーキぐちゃぐちゃになってるでしょ。ちょっと乾いちゃうんで。はい。2つつきました。はい。ちょっと一回見てもいいですか？すいません。なるほど。でも不思議な感じですけどね、今のところね。向きが逆で、こっちの方が葉っぱが多いからね。ここからどうなっていくのか。じゃあ次は、はい。ここをつけよう。これは気持ちいいとこに入れたいんですよ。気持ちいいとこに入れたい。はい。ここですね。そこです。あ、また違う。そこじゃない。違う。あ、ここね。ミラクルフィットするみたいな。そうそう。服白いじゃないですか、最近。はい。露出引っ張られるんですよね。カメラの。やめた方がいいですか？いや、別に大丈夫ですけど、ブランディングとかもあるでしょうし。ブランディングはないけど、別に。なんか最近白が多いじゃないですか。白がやっぱりお前ってきたから。いや、まあ、それもある。なんでかっていうと、白やっぱ涼しいっすね。ああ、そういうこと？だからみんな白いんですよ、あっちも。なるほどね。陣やら石を壊してます。なんか折れた音がした。折りました。どうしました？あれ？シャリが。それ取っちゃうの？いいシャリが。いいシャリですけどね。いいシャリ。あ、どっちだ？いいシャリ、ちょっと裏に。あ、そんな。シャリ邪魔だね、確かに。相関だった部分のシャリなんだ。いいんじゃない？いいシャリなかったらもういいんだよ。いいシャリない。こんな感じかな？まあちょっと角度とか後で調整すれば。はい。シンデレラフィット。OK。はい。つきました。裏枝。それが裏枝。ちょっと裏でかいんで、でかいというかスペースが空いちゃってるんで、でかいの置きます。これがでも一番鉢が大きかったっぽい。大きかったですね。やっぱ上も大きくなるんですね、木も。これはでもあ、そうか、枝取ったりしてるんだもんね、作ってる時に。一概にはいい。こうか。この間ですか？一回上げてつけるだけつけちゃう。
これがあれか、つける位置が高い。そうただうまくつかねえなこれ多分。どうしよう。これで一回行ってみようか。はい。けどもうちょっとちゃんとつけますね。はい。これで4本4本はいつきました。で最後こういうふうに。ああ、左向きなんだ、それは。でもちょっと返す。あ、そうですね、これもちょっとこんな感じしますもんね。こういうふうにして、うん。で、これやっぱ木つくと迫力ありますね。ちょっとどうですかそこの位置。うん。いや、いいと思う。その、好みじゃない、あと、石から離すか近づけるかみたいな。あんま離さない方がいいと思うんですよ。でもこのクラスの心拍を5本つけるってなかなか贅沢だよね。そうですね。古い。どうですか、ひろまさん。疲れてますか？足がなんか足が痛い。陣が効いてますね。手陣が。ね、手陣が効いてますね。先日のイベントでははい。ヒムさんにも来ていただいて、ああ、お仕事帰りに東樹園ナイトフィーバーでしたっけ？盆栽ナイトフェス。盆栽ナイトフェス。東樹園入ってなかったっけ？東樹園東樹園盆栽ナイトか。あ、そうそうだよね。二人とも間違えてる。ずっと接客してましたね、ひろまさんね。ゲストで来たのに。ちょっとお礼です。すいませんおかげさまで皆さんで遠い県から動画の後に昨日だけでも千葉、山形、あとどこだっけ忘れちゃいました。もう一県から来るのに Q さん様々。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれはあれもう渡した五葉松の名鑑みたいな名。そうですそれはあります。それなら忘れたんだ俺。いやいやあれの原本みたいな。原本っていう原か本いいんですか、いただいて。あ、すいません。あ、本当だ。ここがね、金なのは原本ですもんね。いいんですか。あんまり少なかったらいや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 、いいですよ、1枚で。いいんですか。はい。じゃあ、お言葉に甘えて、実はまだ万千寄ってないんで。あれ？あよくない。先にいいと思います。すいません、ありがとうございます。すいません。じゃあまた今度ゆっくり見せてください。はい。とりあえず全部つきましたね。はい。この後はケトペタペタ。ケトペタペタの。はい。なりますんで。はい。じゃあペタペタしていきましょう。お願いします。今こういう風につけてるんですけど、はいここの斜面にもちょっと土入れて、ちょっと苔張ってみようかなと思って、苔って似てます。日陰になる部分だから苔ぐらい入るんじゃないかとか、そういう感じかな。そうですね。長寿梅。長寿梅。これ割れると思うんですよね。いや、微妙だな。ちょっと一回洗います。洗いました。離れすぎてるか。どうですか。ちょっと大きいかな。その辺に詰めれば。でも隙間を見えるね。こっちの方がいい。でちっちゃくすると感じ。こっちで。はい。これで一番ビーチ。汚れてますね。
満身創痍でできました。できました。このあとは苔張りですね。苔張り。はい、はい、やりましょう。暑いですか？暑いですね。今日も36度ぐらいあるんここじゃないですか。に来る前にやりたいんですけど、本当は。うん、そうですね。日が来る前に。ちょっと色彩濃いめは一番見えるところに、はい、こう明るいのを置いて、あ本当は上の方ちょっと苔の色トーンを落としてもいいのかなと思うんですけど、高い山の方、あ、はい、ちょっと見栄え重視で。で回収して、ぐっと自然味が出ますね。やっぱね。苔張り終わりました。はい。一回これで水やっていいですか？はい。その後にちょっと整えたいと思いますので、わかりました。一回これで、水やって溶合剤塗って刈り上げ整えて完成にしたいと思います。はい。じゃあ水やり場ここ開けたのは、ね、持ちやすくするためなんです。これ石突き持つの大変だから。やっぱ普通の石よりは軽いよね。軽い。ね、石じゃないですからね。石じゃないか。自然感はすごいありますよね。ポケットがあってよかった？ポケットがあってよかったですね。自然と見える。ポケットがわかんない。あ、これだよね。こうなってたじゃない。じゃあ休憩。休憩。はい。ランチタイム。ランチタイム。はい、ごちそうさまでした。わかりました。はい。また細かい作業をやってきます。はい。やることとしては、ちょっと土留めみたいな草を入れると、ほう。ちょっと足りないところもあるので、こういうところにちらっとアクセントとして雑草じゃないかもしれない草をちょっとつけていくのと、はい、あとは、溶合剤を塗りましょう。はい、最後かな、溶合剤は。で、枝を整えて完成ですね。はい、まず最初に草です。これをつけます。これ何ですかね。これ何なんですかね。わかる方コメントください。感じかな。これ入れればちょっと土が流れ出るのを止めたりとか、水が溜まったりとか、そういうような効果もあるので。はい。これでもちっちゃいからスケール感も出ますね。そうですね。これがバーって今後なってくればね、それで綺麗かなと思うし。発泡が。今日花火大会。今日花火大会です。青春でした。青春でしたね。はい、ちょっと撮影には適さない日でしたね。そしたら枝を整えましょう。はい、今ちょっとこれ角度がだいぶ斜めになっちゃってるんで、これを下枝は下枝、上は上っていう風にちょっと段差つけたいので、はい、それをやっていきます。だいぶ曲がるように太いのはかけたので。これをこっちにちょっとずらそうかな。こっちが何もないから。枝みたいに。割とこの後から調整できるように太いのをかけてるんですよ。はい、
これが溶合剤塗ります。いいですね。この辺もこう右流れになった感じですね。ちょっと寄せました。溶合剤を最後にした理由はあるんですか？まあ汚れちゃうのもあるし、変化として面白いかなっていう。なるほど。先にちょっと水を染み込ましてから塗ると、入りはいいですね。広がっていく感じで染み込んでいく。ダラダラに水してる状態だと周りに水水の方に行っちゃったりするんで、そこは加減しないとですけどね。はい。はい、完成しました。はい。心拍の石付きになります。はい。本当に制作の過程を話しますと、まずこの石もう1年以上前に、イギリスの方から送っていただきました。でそこから何をつけようかなって迷ってた中で、この間シンさんのところに行って、でちょうどいい素材を買わせていただいて、でまたシンさんの作品も見ながら、こういう風にしてみようかなっていう思いでちょっと作ってみたものになります。はい、ポイントとしては、木自体が面白いので、非常にその辺の、なんでしょう、動きとか厳しさっていうのは出てるのかなと思いますし、あとは、うまく配置はできたのかなとは思っています。はい。でその中で今後葉っぱが茂ってくると、もう少し迫力っていうのが出てくると思うんですけど、一回これを完成として培養していけたらなというふうに思ってます。はい。結構その中にはポケットがあって土がすごく入るような石になっているので、養生というか培養管理については非常に楽かなとは思ってます。あとは1個ちょっとポイントとして想定してなかったんですけど、一応長寿梅を入れてアクセントとしました。長寿梅もちょっとちっちゃいめに抑えましたので、本当のアクセントっていう感じですかね。こういう感じです。非常に迫力が出ましたね。最初の状態ね、木がない時とある時とは全然違う感じがします。あとはちょっとシャリもうるさいところもあるので、おいおいでいいかなと思うんですけど、人家ちょっと短くして、この辺とかもうちょっと短くしてもいいのかなと思ったりとかしてますんで、対策になりましたね。こういう感じで皆さんが楽しんでいただけるような作品になったかなと思うので、とても分かりやすい作品かなと思いますよ。そうですね。はい。パッと見てやっぱおおってなりますもんね。すごい。はい。という感じです。そうしましたら今回は石付きの心拍を作ってみました。この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。おまけはおまけ、この間ですね、はい、ちょっと動画の中にも言ったんですけど、東樹園盆栽ナイトっていうイベントを、表参道の B フラットコンビューンというところで行いました。その時の様子を、Q さんにも撮っていただいてたので、おまけとしてご覧ください。非常に多くの方来ていただいて、非常に僕としても新しい挑戦ですけど楽しめたので、また違う機会あったら皆さんご参加いただければと思います。はい。はい。ちょっと私はもうお酒飲んじゃってたので、あんまりちゃんと撮れてないです。はい。ご了承ください。はい。じゃあどうぞ。はい。はい。緊急で動画を回しています。何が緊急ですか？緊急。イベント。ニューオープン。なる。ナウオープン。ちょっとひょっこりひょうたん島東樹園盆栽ナイトということで、今準備をしてると。はい。即売と、あとはちょっと持ってきてるやつ全部買えるように。買えます。あれも買えるんですか？買えます。買える。買えます。はい。ご飯を食べながら見ていただけますし、そもそもそのご飯っていうのがこう。ちょっと曲があれかもしれない。お
こもね盆栽飾ってみんなね札ついてます。ついてないのもあります。こっちも横に大谷島だ。で今時刻が5時。はい。じゃああと1時間。はい、待ちましょう。はい、一応18準備完了しました。盆栽といつの間にスタッフになって急にスタッフ盆栽と食べ物とビールといっぱいあります。18時オープンですけど、もうちらほらとお客さんが入ってきちゃって、はい、今日はなんかいっぱい飲んで、今日ね大変だったんですよ。会社工場行って、47度のところにずっといましたんで、暑いところにいらっしゃるんで、もう足びっしょりなんで、はい、ビールいっぱい飲んで、あっちの盆栽いいですよ、いっぱいたくさんありますんで、はい、失礼します。もうお客さん見えてます、はい、じゃあオープン一応18時ですけど、はい、待ちましょう。行きましょう。暗くなってきました。貝原さん来てくれました。はい、来ました。石木さんです。どうもお邪魔します。近い、大丈夫。有名 YouTuber の毎回社長に養ってもらってます。もう終わりです。どうでしたか？いや、楽しかったですよ。なんかね、交流の場でしたね。交流の場、本当にね、ただ酒飲んでるだけなんですけど、そうですね。なんかね、みんなね、知ってる人がいっぱい来ましたね。いっぱい来て楽しかったです。園主にインタビューしてみます。はい。園主、感想。勝手に食べてるやつがいるけど、園主感想。みんなに買って食べられてますけど。美味しいです。はい。本当にいろいろさまざまな方に来ていただいて、で初めてって方が結構多かったのが嬉しかったですね。そうね。今日は YouTube 見てます。でも今日は初めて買うんですみたいな人が結構いてくれたのがすごい嬉しかったなと思ったんですね。しかも東京だから来れるっていう声がすごく多かったので、大宮でやるイベントとかフェスとかとまたちょっと違った客層で若い人がいろいろ来てくれたのがすごい嬉しかったですね。はい、大成功でいいんじゃないでしょうか。はい、コミュニティを新しく立ち上がるということで、私としてはそこで講師を務めさせていただきます。なので、ちょっと都内で盆栽始めたいんだけど、大宮まで通うの大変だよとか、ちょっと敷居高いよみたいな方に気軽に来てもらえるようなコミュニティっていうようなコンセプトになってますので、しかも場所は永田町ってすごくいい土地になってますので、ぜひ興味ある方はお越しいただければと思いますし、単純に何でしょう、そういう人たちが触れ合えるような交流できるようなイベントも今後は今回みたいに増やしていけたらと思いますので、はい、やっぱりいろんな方が見てくれてんだなっていうのは改めて再確認できたので非常に嬉しかったです。ぜひね、どういう感じになるかまだ分かんないけど、コミュニティも参加してみてほしいですって感じです。はい、お疲れ様でした。これから撤収して大宮まで帰りますので、帰るまでがイベントですので、綺麗にして帰りましょう。よろしくお願いします。お疲れ様でした。